こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、福沢諭吉のひ孫、ファッションモデル、レーサーという超人的な肩書きを持つ福沢幸男の生涯と、1969年の大事故、そして福沢裁判について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。福沢諭吉って1万円札に載ってる方よね？慶応義塾大学作ったっていう。その方のひ孫さんってレーサーだったのね。ああ、超一流のレーシングドライバーだった。しかもあまりに多彩で、単なるレーサーとは全く異なる生い立ちや経歴だ。これから解説していくぜ。頼むわね。福沢幸男は生まれから特別だ。父の慎太郎はフランスのパリで日本大使館員をしており、留学に来ていたギリシャ人歌手のアクリビーと知り合う。二人の間に子供が生まれたのは1943年6月18日のパリ。まだドイツの占領下であり、解放しようとする連合軍の爆撃音が日夜響く中で福沢幸男は産声を上げた。日本人とギリシャ人のハーフで、パリで生まれたのね。日本に帰ってこれたのは終戦後の1946年。家族は東京に住み始めた。大豪邸で、土地は1000坪以上あったという話だ。福沢は当たり前のように慶応義塾で育つ。中学は慶応義塾中等部だ。この頃よくバイクを無免許で乗り回しておりすでに乗り物好きだった。そして福沢は慶応義塾高等学校に進み四輪の練習を始めた。同時にファッションにも強い興味を示した。細かい注文付きで季節ごとにスーツを仕立てさせていた。高校生ってそんなスーツ着るの？知らんがな、一般家庭に四輪自動車が普及し始めるのは1960年代後半だ。この頃車を、しかも息子が乗るなど明らかに異質だった。しかし福沢はやんちゃなバカ息子などではなかった。10代にしてスーツを着こなし、礼儀正しく、深い知性や教養を感じる話しぶりに誰もが引きつけられた。パーフェクトヒューマンだわ。大学はもちろん慶応義塾大学。法学部政治学科に進学。大学2年の時に福沢のファッションの才能を見出したアパレルメーカー社長、倉橋一郎氏は福沢をスカウトする。福沢は大学生でありながらエドワーズ社の取締役兼企画部長となる。ここで、福沢は肩書き以上の活躍を見せた。ヨーロッパに行ってはファッションの最先端情報を持ち帰る。新作発表会では司会として流暢に話し、自らモデルも務めるなどエドワーズ社はもはや福沢を中心に動いていた。1964年5月、福沢は大学3年の時にフランス、パリへ留学。ファッションや専攻の勉強が目的だったが、こっそりウィンフィールドレーシングスクールに入学。ここで福沢は半年間、運転技術を徹底的に学んだ。なおトップモデルで恋人関係だった松田和子と一緒に暮らしていたようだ。福沢は勉強もきっちりやった。1964年12月に帰国した時には卓越したアパレルの技能を身につけ、さらに日本語、英語、フランス語、ギリシャ語の4カ国語をマスターしていた。映画の中の人でしょこれ。留学から帰ると本格的にレース活動を開始した。デビュー戦は1965年7月、船橋サーキットの全日本自動車クラブ選手権レース。日本最大規模だ。イスズのワークスドライバーとして出場したが残念ながらリタイアだった。初優勝は10月24日。船橋サーキットの第3回クラブマンレース。別クラスでは生沢徹や黒沢元春、長谷見正宏、高橋国光など、未来の有名ドライバーがここに集結して戦っていた。福沢は1962年に完成したばかりの鈴鹿サーキットにも遠征。鈴鹿300キロで2位に入った。当時大学4回生だ。学業、会社の業務をこなしながらレースで実績を上げた。福沢さん、実は三つ子だったんでしょ？一人でやれるわけない。翌1966年1月、福沢はドライバーとしても一つの成功を手にした。なんとトヨタ自公のワークスドライバーに抜擢されたんだ。トヨタのワークスドライバー。トヨタのワークスは市販車で戦うトヨタ自販ワークス、その上部にレース専用車両を開発し戦うトヨタ自公ワークスの2団体が存在していた。いきなり自公ワークスの方に入れるなど例外中の例外だ。ここではまだ福沢の実績だけではなく人格や出生が考慮された結果だと思われるぜ。まあ理由はどうあれ入ったもん勝ちよ。これからどんどんレースに出て勝ちまくればいいのよ。少しだけ誤解があるな。何でも勝てばいいわけじゃない。トヨタ自公ワークスにおける福沢の仕事とは、レース専用車の開発、そして日本グランプリでの勝利なんだ。日本グランプリ？当時トヨタって F1 で勝とうとしてたの？いや F1 の方の日本グランプリは1976年からだ。まあ混乱するよな。日本グランプリは意味が2つあるんだぜ。
ここでちょっと当時の時代背景について説明しよう。1960年代初頭、自動車はまだまだ成功者の証だったが少しずつ身近になってきており、自動車、そしてメーカーは人々から高い関心を集めていた。そんな中、1962年に鈴鹿サーキットが完成すると、1963年には戦後初となる常設サーキットによる国内レース、日本グランプリが開催されたんだ。F1 とはまるで違うぞ。走ったのは国産市販車ばかりだった。メーカーのドライバーや自動車愛好家の一般人が参加した。ルールも曖昧。破天荒なレースだった。とはいえ2日間で20万人以上が来場。このレースで3クラス制覇したトヨタ車の売り上げは爆増する。日本グランプリの勝利が売り上げにつながることが証明されたんだ。そして1964年の第2回日本グランプリ。トヨタ、ホンダ、スズキ、三菱、プリンスなど、ほとんど全てのメーカーがワークス体制で参戦した。しかし最も光ったのはこれら国内メーカーではなかった。レース参戦の歴史が長く、深いノウハウを持つポルシェ。彼ら GTS が圧倒的な軽さ、パワーで GT2 クラスで優勝した。自動車メーカーはここでさらに学習する。いくらチューンアップしてもベースが乗用車では勝てない。レースで勝つための本格スポーツカーが必要だとな。そこでトヨタは自公ワークスを強化。福沢が招集されたんだ。なお福沢以降も大坪、伏田、河合実と加わりどんどん自公ワークスは人員を強化していく。なるほど、最終目標は日本グランプリで勝利し乗用車の売り上げを伸ばすことなのね。そのために、勝てるスポーツカーを開発するのね。そして福沢のチーム入りから4ヶ月後の1966年5月3日。第3回日本グランプリだ。メーカーの方針がそのまま結果に現れてしまった。レース専用マシン R380 を一から開発して挑んだプリンスが1位、2位だ。プリンスは翌月日産に吸収される予定だった。優秀の美を飾った。一方トヨタはレース専用車を作るところまでは振り切れなかった。発売前のトヨタ 2000GT で挑んだが、やはり市販車。プリンスの R380 には一歩及ばず3位だった。トヨタはいよいよレース専用車を作る決意をする。それが様々な伝説や逸話、悪名さえ持つトヨタセブンだ。トヨタ単体でスポーツカーを作る技術や人員はなく、ヤマハが全面協力した。基本構想をトヨタが練り、ヤマハが設計、製造。トヨタがテストするという分担だった。肝心の技術的な部分はヤマハに頼ってたのね。ああ。第1号が完成したのは1968年1月。つまり1967年の日本グランプリは欠場している。全体像は分かったけど、福沢さんはどんな感じ？福沢さんが自公ワークスに入って2年、その間マシン開発しかしてないの？いや、1966年鈴鹿1000キロの優勝とか、1967年鈴鹿12時間レースでの優勝とか、自身のアパレルブランドボージェストの立ち上げとか、成果を出し続けてるぜ。さすがね。さて1968年5月の日本グランプリ。2年ぶりに日産と全面対決だ。今回トヨタにはトヨタセブンがある。その結果は、はい、完売しました無念でした。なんでよ？すべてにおいて負けた。とりあえずエンジンだ。トヨタセブンは3リットル、高尚330馬力。日産の R381 は驚愕の5.5リットル、450馬力以上だ。ボディの完成度も違った。トヨタセブンは北米レースカンナムマシンの劣化コピーだったり 2000GT からのパーツ有用だったりで取り急ぎ作ったものだ。日産 R381 は完全独自設計のボディに加え、荷重に応じて変形するリアウィングを備えるなど技術力の差を思い知らされた。福沢は予選、4台のトヨタセブンの中で最高位だが厳しい6番手。決勝は一時3番手を走行するもマシントラブルでリタイア。トヨタセブンの最高は大坪義雄の登場するマシンで8位だ。決勝8位、コテンパンに負けちゃったのね。ああ。だが課題が多い分片っ端から手こ入れしていった。マシンは日に日に良くなっていった。9月には鈴鹿1000キロにトヨタセブンで出場し福沢が優勝。11月には北米最高峰スポーツカーカンナムの日本戦に出場。7リットルエンジンを積んだライバルもいる中、福沢が総合4位。日本勢ではなんと最高位だった。3リットルと7リットルってパワーが違いすぎるのに、世界を相手に4位って福沢さんすごいわ。この勢いでトヨタは日産に大攻勢をかける作戦に出る。次の1969年日本グランプリで勝ち、そのままトヨタセブンでルマン24時間レースに出場、一気にトヨタセブン伝説を作るんだ。日産がルマンに出場しないことを掴んでいたトヨタはそんな計画を立て、1968年のルマンの視察まで行っている。1969年はいよいよ成熟したトヨタセブンと日産がぶつかるのね。
作戦通り行くのかしら？マシンは1969年1月に完成。エンジンは前年日産の5.5リットルに敗北したことから F1 のコスワースエンジンを参考に5リットルエンジンを積んだ。ボディ形状も1968年から大きく変更。オープンタイプをやめ、屋根付きのクローズドコクピットとした。リアウィングも取り外した。これはルマン24時間レースで走るサルトサーキットを強く意識した結果だ。1周13キロに及ぶサルトサーキットのストレートはなんと6キロ。とにかく空気抵抗を極限まで減らし、最高速を上げることがルマン24時間レースで勝つ秘訣だった。エンジンを大きくして、ボディはひたすら直線番長を目指したのね。もはや前のトヨタセブンとは別物ね。リアの空力部品を外したのは、結構勇気いるけどな。あれは必要だからついてるんだ。マシンの安定性に直結するからな。新型トヨタセブンは静岡県に持ち込まれた。静岡県袋井市にヤマハのテストコースがオープンするんだ。新車で新コースを走るのね。最高の気分ね。ところが前日福沢はあまり走りたくないと父の慎太郎氏、歌手の小川智子に電話で話していたらしい。何か気がかりなことがあったのかしら。1969年2月9日にコースが完成。2月10日、11日が観光式。テストは2月12日だ。テストに参加したドライバーは自公ワークス、キャプテンの細谷志穂美、そして福沢の2名。伏田博士も参加予定だったが高熱で欠席している。真冬だったが快晴。午前9時の時点で11度あった。風も穏やかでテストとしては最高のコンディションだ。10時30分からテスト開始。まずは50分間の完熟走行で、コース、マシンになれる。あまり飛ばさずに走った。しかし低速にもかかわらずマシンはフラフラ、安定しない。ピットに戻ると福沢はハンドリングのブレが強いと報告した。続いて11時45分。高速走行のテストだ。やるの？大丈夫かしら？今、立体交差を通過。テストコースで立体交差を備えてるのは珍しいな。今この辺り、S 字コーナーだ。もうすぐ最終コーナーの丘に差し掛かる。丘を下りながらストレートに入るのね。すごくスピードが乗りそうね。ああ。ストレートも1.4キロとべらぼうに長い。このマシンだと時速265キロほど出るようだ。しかも第1コーナーは緩いカーブで、減速しない。じゃあブレーキミスじゃないのね。このストレートの終わりが、事故現場だ。ちょっとスローにする。マシンは突然、姿勢を乱した。カーブに向かわず、コースアウト。そこには標識があったんだ。衝突し、炎上。奥の土手で止まった。なんでそこに標識が？ストレートの先に標識があったら曲がれない車が突っ込んできてさすがに危険だが、設置場所は少し手前だからな。ストレートで挙動を乱すなんて、想定外よね、福沢さん。細谷は真っ先に現場に駆けつけると、福沢をマシンから引っ張り出そうと試みる。腕に火傷を負いながら必死になったが、救出できない。メンバーがコース中の消火器を集めて消火を試みるが、うまくいかない。火が強すぎた。結局事故発生から消防車が入って鎮火されるまで20分もかかってしまった。福沢幸男は25歳でその生を閉じた。なお福沢は標識への衝突時に、すでに亡くなっていたらしい。頭蓋骨骨折による脳挫傷だったようだ。マシンって時代的に、今よりはかなりドライバー保護の視点は薄かったんでしょうねきっと。その後の展開は異質だった。静岡県警磐田署は現場検証をせず帰ってしまったんだ。ドライバー、亡くなってるのよ。どうして？警察官は当然、レースや競技車両のことは何一つわからない。それに配慮したのかトヨタが代わりに作った調書を受け取り、その内容に納得して帰ってしまったんだ。調書には、ストレートを時速200キロ、次に時速250キロで走り空気抵抗を調べるテストだったこと、事故はドライバーの運転ミスによって引き起こされたことが書かれていた。後日トヨタから警察へ事故車両の写真も送られてきたが、手配にミスがあり事故前の写真だった。調書の内容って事実だったのかしら？警察は警察として、自身で捜査してほしいわ。スタードライバーを事故で失ったが、捜査がされていない。どういうことなのか。マスコミはこぞって記事にした。世論の高まりを受け2月17日に静岡県警磐田署が記者会見。当事者であるトヨタに初動対応を任せっきりにしたことをミスであると認めた。しかしクラッシュしたマシンはトヨタに回収されてしまった。唯一の目撃者であるトヨタ上層部の話は、筋が通っている。2月18日、磐田署は初動対応にミスはあったものの、ドライバーの運転ミスであったと断定し捜査を終了してしまう。いやいや、直線よ。本当に運転ミス？まずはちゃんと捜査してよ。だよな、この磐田署の発表を受け報道はますます過熱した。福沢は晩年、
テレビ CM や映画に出るほどで、レースファンのみならず一般のファンも多くいたしな。いよいよ国会でも取り上げられ、収まりがつかなくなった。2月25日、トヨタ社内で212事故調査技術部会が立ち上がる。2月26日、警察庁が静岡県警へ、再捜査を指示した。流れが変わってきたわね。事故の原因、はっきりするといいわね。トヨタの調査や警察の捜査は長い時間を要した。7月27日、全日本富士1000キロ。トヨタは新型トヨタセブンで出場。なんと優勝している。藤田さんかっこよすぎませんか。まあそれは同意するが、マシンを見てくれ。なんとオープンタイプに戻っている。しかもマシン後部には姿勢制御のためのリアスポイラーまでついている。あれ？事故したマシンはリアの空力部品を外して、極限まで空気抵抗を減らすっていうのがコンセプトの根幹よね。そこ変えちゃったの？ああ。事故の後に付け直してるっていうのは気になるよな。原因がドライバーのミスならマシンは変える必要ないと思うんだがな。まあルマンを想定したテストではリアウイング外します。今回は富士だから付けます。ってだけの話かもしれんがな。今回そういう真相の部分はほんとわからないんだ。7月31日にトヨタの212事故調査技術部会は報告書を発表。トヨタの主張はここでも一貫している。マシンには欠陥なしという記載だった。父の慎太郎氏は息子の運転ミスのはずがないという考えだ。ここまで警察やトヨタに事実解明を何度も申し入れてきたが、この状況を見ていよいよ強硬策に出る。9月17日、慎太郎氏はトヨタ、ヤマハの関係者4名を業務上過失致死、証拠隠滅で告発した。1970年2月6日、警察から再捜査の報告書が発表される。科学警察研究所の検査報告書だ。しかしその内容は前年7月にトヨタが発表した報告書の丸写しでしかなかった。慎太郎氏が期待した、マシンの欠陥などは書かれていなかった。警察には競技車両やレースについての知識がまるでなく、もう事故車両もないとなれば、結局再調査も当事者であるトヨタ頼りにするしかなかったんだ。再調査しても、何も変わらなかったのね。1970年3月25日、つまりもう事故から1年になるが、静岡地方検察庁は嫌疑不十分として4人を不起訴とした。しかし慎太郎氏は諦めなかった。1970年12月、静岡地検の不起訴判断の内容を審議するよう、検察審査会に訴えたんだ。その結果、1971年9月頃、不起訴は妥当とは言えないとの審査結果が下った。11人いる審査員の10人が認めた。初動操作のミスなど大小6件の問題点が認められたようだ。あと、トヨタから静岡県警に渡した事故前の写真が事故車両とは異なる車両と判明したりな。この検察審査会の結果を受けて静岡地方検察庁は審議をやり直したが、それでも不起訴の判断は覆らなかった。変わらんのかい。最後、慎太郎氏は民事訴訟に踏み切る。もうこれが個人で取れる最後の手段だった。裁判では事故をワークスドライバーの藤田が以下に直線での運転ミスはありえないかを証言するなどし、なんと1981年4月30日に和解が成立している。事故の、12年後。決してマシンの欠陥が証明されたわけでも、トヨタが欠陥を認めたわけでもないが、慎太郎氏の9700万円の請求に対し、トヨタは6100万円の支払いで和解している。これによって福沢幸男の事故をめぐる争いは終結した。しかし、以降もレースという特殊な環境が災いし、真相も責任の所在も不明なまま終結する事故が日本に限らずたびたび起こっているな。なおトヨタセブンは事故後も、日本グランプリは未勝利だ。トヨタセブン以上に鋭さを増す日産車にかなわなかった。日本グランプリの先に見ていたルマンは出場すらしていない。しかし1969年の NET スピードカップ、日本カンナムの優勝などで広く活躍した。1970年はターボ版のトヨタセブンをデビューさせる計画もあった。1970年のマスキー法成立を受け日本グランプリが終了。それだけでなくテスト中の事故では河合実が高い。トヨタ期待の星、トヨタセブンは一気に開発が終了してしまった。そして1974年にはオイルショックでトヨタのワークス活動自体も終了することになるぜ。再開は1981年頃だ。以上、今回は福沢幸男の生涯と1969年のテスト走行事故、そして事故後の捜査や裁判について解説させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからもモータースポーツを中心に 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。